はい、どうも、パパレモンガレージです。現在、アウディにユピテルのドラレコがついているんですけど、古くなってきたので交換します。今回取り付けるドラレコはこちら。ゼパンさんの提供品で、カルスイテ、発音が違うな。カルスイテ、スーパー HD カ DVR、高解像度ドライブレコーダー A50 という商品です。楽天市場で送料税込み 16,800 円です。早速開封してみます。こちらフロントカメラになるんですけど、見た目の印象としましては、この上下がフィンタイプになっているのが特徴的で、放熱性が良さそうです。これはリアカメラです。前後2カメ仕様です。付属で入っているものは、シガー電源と駐車監視システムの配線コードです。すでにヒューズ配線で取り付けるようになっているんですけど、ここのヒューズはですね、車によって違うので、合わなければ交換です。内張り剥がしと窓や画面ウエスです。コードを結束するためのクリップと、両面テープと保護シートと 32GB の SD カードまで付いています。それから、これ USB まで付いてます。すごいですね。それから説明書です。説明書を開いてみると、すべて日本語で書いてあります。この説明書はすごくわかりやすいです。配線の仕方とかもしっかり丁寧にわかりやすく書いてあります。最近は説明書なんてなくてですね、もうネットで勝手に自分で調べてくださいっていうのが多いんですけど、結構これだけ入ってて 16,800 円はすごいお買い得ですね。それで肝心なスペックの方はですね、3インチモニターで IPS のタッチパネル。私が付けてきたドラレコでタッチパネルの機能のドラレコはなかったので、斬新です。ボタン操作はだるかったので、これはいいです。800万画素の 4K 録画対応ということで、画質は綺麗で鮮明に映りそうです。レンズはソニー製の6層で、いいもの入ってます。スタービスも搭載で、遮光白飛びなどを抑える機能です。チップが最新で、これもまた高性能なものが入ってます。チップは人間でいう脳みそみたいなものですね。G センサー。緊急録画モード、GPS 機能、駐車監視機能。これはシガー電源では機能しないので、専用の配線コードから電源を取ります。こちらの配線、別売りなことが多いんですけど、同梱されているので、良心的です。それから、LED 信号も対応ということで、パソコンのソフトで、GX プレイヤーというソフトで、撮影された位置や時速、進行方向が正確にわかります。OS は Windows Mac 対応で、私は Mac ユーザーなので、これは嬉しいソフトです。こちらのドラレコが気になった方はですね、詳細の方は概要欄にリンクを貼っておきますので、チェックしてみてください。はい、それでは作業の方をやっていこうと思います。駐車監視機能が働くように、ヒューズ電源で配線します。この車はグローブボックスを開けると、中に電源ボックスがあります。ブーストメーターを取り付けた時に、すでにヒューズ配線してあるんで、ヒューズ電源の取り方は以前動画で説明していますので、そちらの方をご覧ください。黄色の常時電源はヒューズボックスから取ります。アクセサリー電源はヒューズ電源取ってあるので、こちらヒューズから配線来てるんですけど、このヒューズをカットしてギボシに交換します。自作で作った Y 型の配線でアクセサリー電源に割り込ませます。ヒューズボックスの配線図はこちらになります。常時電源のバッテリーは F20 から、ACC のアクセ電源は F48 から取りました。黒色のアース線はボディアースします。アースはここで取りました。コードを内張りの中に収めていきます。この配線コードを内張りの中に入れていくのは単純で簡単な作業なんですけど、ただただめんどくさくてだるい作業ですね。コードはそんなに太くないので、このように押し込んでいけば入っていきます。
次にリアカメラの配線をしていきます。リアカメラの配線は、このジャックの端子で給電するので、この赤色の線は使いませんので、絶縁しておきます。リアカメラの配線コードも同様の作業になります。この車はセダンなので、ワンボックスやバンに比べて、まだ楽に取り回せれます。このリアカメは防水ではないので、室内に取り付けます。レンズの保護フィルムを剥がして、両面テープも剥がします。はい、作業完了です。SD カードを差し込みます。ピントが合ってなくてボケボケです。タッチパネルめちゃくちゃいいです。設定の方もね、終わりましたので、このモニターの方はですね、なかなか綺麗で、これリアカメラの方映ってるんですけど、この車はリアガラスにスモークフィルムを貼ってあるので、少し暗いです。駐車監視機能の設定で、タイムプラスの設定を変えます。1秒、2秒、3秒とあるので、1秒選びます。駐車監視映像です。車を揺らすとしっかり撮れてます。駐車監視機能はメリットだけでもなくデメリットもあるので説明します。SD カードへの上書きが多くなるため SD カード自体の寿命が短くなります。バッテリーに関しては24時間常に微量の電力を消費します。古いバッテリーを使用してますと最悪バッテリー上がりのトラブルもあり得ます。駐車監視機能を設定する場合は注意が必要です。はい、それではドラレコ映像の撮影いきます。ドラレコ映像の方を確認します。まず GX プレイヤーをインストールします。インストールし終えたらクリックして開きます。設定で言語が中国語と英語の2択しかありませんので英語を選択。地図は Google マップにします。付属のカードリーダーで読み込みます。SD カードの映像ファイルを読み込みます。そうすると、左に映像が流れて、右に地図が出ます。英語と日本語表記になってます。右下が方位磁石になっていて、東西南北のどの向きを走っているかがわかります。その隣のメーターは時速何キロで走っているかがわかります。昼の映像です。フロントカメラの映像で 4K 録画です。とても綺麗に撮れてます。YouTube にアップロードするときにフルハイビジョンで上げてますので画質がどうしても落ちてしまいます。ですので画質の良さが伝わりにくいですが 4K 対応テレビなどで見ると色も鮮やかで繊細に映っています。続いてリアカメラです。リアカメラはフルハイビジョンですので、フロントと比べると画質は落ちます。そしてこの車は濃いスモークフィルムが貼ってあります。そのせいでさらに画質が悪くなってます。これは仕方ないです。トンネル映像です。フロントカメラの映像を見てみます。トンネルに入った時、黒つぶれが全然ないです。さすがソニー製の6層レンズとセンサーです。優れています。続いてトンネル出口の映像を見てみます。白飛びも全然ないです。なかなか優秀ですね。リアカメラです。リアカメラも全然白飛びがないです。トンネル出口の黒つぶれもありません。フロントカメラです。前方の車のナンバーがはっきりわかります。リアカメラです。リアカメラは接近するとはっきりナンバーがわかります。夜の映像です。フロントカメラの映像です。前方車両のナンバーもわかるので、夜でも綺麗に撮れています。リアカメラはナンバーまではわからない画質です。トンネルに入っても変わらず画質が綺麗です。トンネルを抜けても画質を維持してます。続いてリアカメラの映像です。トンネル入り口と出口を見てみます。画質は変わらずといった感じですね。はい、ということでドラレコの紹介でした。
ドラレコを購入をお考えの方は、こちらのドラレコも検討していただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。